日はリクエストにあったコスメを使って大人っぽヌーディーメイクを紹介していきたいと思います。髪の毛が雨でやばいはい、ということは置いといて、今日は、リクエストにあったこのランコムのファンデーションを使って、メイク動画をアップしてほしいというコメントがインスタでたくさん来ていたので動画を撮ってみました。で、今日の気分は大人っぽメイクの気分だったので、ヌーディーなメイクにしてみました。どうでしょうか。こちらのメイクを今日は紹介していきます。ということで、すっぴんに変身してまいりたいと思いますはい、すっぴんになりましたということでメイクを始めていきます。今日はね、本当は街ブラとかいろいろ撮る予定だったんですけど、大雨の日なの。今日はめちゃくちゃ雨が降っててズボンびっしょびしょになったぐらい大雨なので、予定を変更して YouTube メイク撮っていきます。はい、今日の YouTube メイクはゆっくりのんびりやっていこうと思います。ちょっと雨降ってて頭が痛いでですね、まずはキールズの、ウルト UV ディフェンスアドバンス塗ります。気になってる下地があるんですよね。何だっけ今めっちゃ人気なやつ。最悪忘れちゃった。でもなんか花粉とか大気汚染とかから守ってくれるみたいな、お肌に敏感肌にもいいですよみたいなやつ。忘れた。最悪が気になってるので、またそれ買ったら言いますね。使ってる人多いからいいのかなと。今日はおしゃべりしていこうよっていう今日の服はワンショルダーにタロペット着てて全身ロデオです。コンシーラーはクリを塗っていきます。韓国行きたいな。韓国行って美味しいもの食べて、韓国コスメ買って服買って、おしゃれなカフェもねいっぱいあるよね。日焼け止めとコンシーラー終わりました。でリクエストに多かったランコムの、インスタにねランコムのファンデーション載せたんですけど、使った感じを YouTube に載せてくださいということだったので今日は使用していきます。ランコムのタンイドルウルトラウェアリキッド BO02 という色ですね。BO02、ちょっと肌なじみがいい方のカラーを私は使ってます。 SPF が38なので最初にキールズの、日焼け止めの50を塗っておきました。で今回はファンデーションを使うので、ポール&ジョーの色付き下地は使わないでおきます。はい、なのでこれ塗っていくんですけど、これ私的おすすめは手にワンプッシュ取ります。潤い結構あります。でこれをいつものごとくてん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 って顔に、この間さとある雑誌の撮影があったんですけど、顔にいつもこうやって描いてますって言ったら、全然その通りメイクしちゃってもらって大丈夫ですって言ってこのまま写真撮ったんですよね。いやー大丈夫かしら。それはまた報告しますね。けど大きく1ページ載せていただきますのでお楽しみに。私的おすすめはこういう風に顔にまんべんなく描きます。スポンジで叩いていきます。ビューティーブレンダー、水含ませるスポンジ買ったからちょっと使ったいと思います。もう全然手で伸ばしてもらってもいいと思います。率直な感想は薄付きでカバーしてくれます。乾燥肌な私はファンデーションが浮いちゃうんですけど、その浮いた感じはなかったのでいいなと思いましたね。私が好きなファンデーションっていうか、普段ファンデーション塗らないので、基本的には塗るときはやっぱファンデーションを塗った感がないアイテムがすごく好きなので、そういうのが好きな方はランコムのこの下地もすごくいいと思う。なんせ見た目が可愛い、おしゃれそこ大事じゃない。こういうちょっと尖ったところ、鼻の下とかいいらしいよ。買ったらやっぱ使いたいやん。合ってるか分からへんけど、とりあえずこれなんかさ、ほんまいつも思うね、水を含ませてるからさ取れてる気がしてしゃあないという。でも大丈夫、ちゃんと綺麗についてる。なのであんまり薄付きにしたくない方は手で塗るのがおすすめかも。こういうスポンジ、今日はツヤっぽくいきたいのでパウダー塗りません。エレガンスのパウダーはほんまに毎日使ったりとかしてますね。最近汗かくからこれ本当にいいです。ただ今日は雨降ってるしさ、そのまま行こうよっていう感じです。次は眉毛描いていきます。眉毛描くやつがない最悪どこ行ったということで、眉毛描くやつペンシルを忘れましたので、今日、ある程度眉毛あるしね、
今日はアディクションのこの筆だけでいくよ。MAC のグレートブロウパレットのトープとこのおなじみアディクションの筆で眉毛を描いていきます。この筆を教えてくださった方はこれだけで描いてたな、そういえば。ちょっと濃くなるよね。ぼかします。パウダーだけで描く時は、眉毛がしっかり生えてる分パウダーが濃くなりやすいので、しっかりこうぼかしてあげるのだけ忘れないようにしてください。ペンシルを忘れたということでアディクションの筆だけでパウダーで眉毛を描きました。である程度は眉毛が生えてるんで描けるんですけど、ここの眉尻の部分がペンシルじゃないとやっぱ描き足すの難しいなという感じですが、このままいっちゃいます。ただポイントは結構眉毛がしっかり生えてる方とかはパウダーのせるとパウダーが乗りすぎちゃうので、しっかりこういうブラシでこういう感じでぼかしてあげてください。毛並みに沿って。今日はね眉マスカラを塗っていきます。ちょっとでもねふわっとした眉毛にするためにこのおなじみ MAC のウォータープルーフのレッドチェスナットを使っていきます。やっぱペンシルないと眉毛って難しい。ここちょっと足す。はい、ということで、眉マスカラ塗れました。結構眉毛難しいね眉毛によってコンディション変わるので、しかもなんかここにプチ出てきてるし、まあいいです。このままいきます。で今日は、ランコムのファンデーション使ってもう一つおすすめを見つけましたので紹介します。じゃじゃーん、ジバンシーのですね新作のハイライト、キラキラキラ、落ちた。ヘルシーグロウパウダー、フェイスパウダーです。なんかこう顔全体に塗ったらすごくキラキラってするし、部分的に使うとハイライトにもなるという優れものですね。すごく可愛いんですよこれ。ちょっと塗っていきますね。今日はちょっとハイライトとして塗っていきます。筆でこうやって取って鼻筋に塗ります。 T 字描きます。頬骨の高いところに、で口の上と下で、茶色っぽいんですけどこうゴールドっぽいラメも入ってるので私の肌にはぴったりでした。すごく可愛いのでおすすめです。夏絶対焼けた時の肌に可愛いと思うな。これはハイライトが終わったので次はアイシャドウを塗っていきます。アイシャドウは今日はボビー・ブラウンのなんかパレット、4月限定のパレットかな、これもいただいたんですけど、これとメゾンキツネとシュウ上村のコラボを使っていきます。これも最近よく使ってるんですけど、こんな感じのこんな感じのカラーバリエーションです。ボビー・ブラウンは全体的にピンクとゴールドですね。私はこれとこれをすごくリピートしてます。もう涙袋にとっても最適なので後でこれは紹介します。パレットでさ全部メイクできちゃうってすごく良くないですか？このマットとキラキラミックスしてるのが最高。この色味をアイホール全体にまず塗っていきます。その次によくいつも使うこの色塗っていきます。はい、こんな感じでアイシャドウ塗れました。今日は上のアイシャドウは、控えめにいきたいと思います。なのでこのキツネのパレットの2色を使いました。薄めのやつブラウンで、基本的にブラウンが好きなのと上の目にはキラキラじゃなくて最近はマットが好きなのでマットのせることが多いですね。で涙袋を作っていきます。でもともと結構ある方なのですけど、ここにキラキラをのせるだけでさらにぷっくりするのでもうやめれません、キラキラがはい、じゃあ次はボビー・ブラウンのこのキラキラを2色混ぜるんですけど、私的にまずこれでベースを作って上にキラキラ重ねていきます。でゴールドみたいな色なんですけど、これすっごく涙袋に本当にいいのよね。まず細かいラメから塗ります。はい、がっつり塗りました。でこの上にキラキラを重ねていきます。このキラキラを重ねることによってさらにちょっとぷっくり感が強くなるのとちょっと大人っぽくなる気がする、ゴールドだから。はい、こんな感じです。で、いつも通りインラインを埋めてマスカラしていきます。インラインは、MAC のスタボーンを使っていきます。目尻にも引いていきます。でアイライナーリキッドは
もうボロボロなんやけど、この不老不死の柚子のやつ使っていきます。はい、アイライナー、間違えた、アイライナーが引けました。今度一回さ、ほんまにすっぴんに近いようなナチュラルメイクをしてみたいんですよね。またいいメイクができたら紹介しますね。ビューラーしていきます。キャンメイクの下地を使っていきます。まつげ下地ができたので、その間にチークを塗っていきます。基本的にね、眉毛とかチークとかはあんまり変わらないんですよね。気分でリップが変わったり、アイシャドウとリップはよく変わるけどさ、ベースと眉毛とチークは変わらないかも。ハイライトはさっきいいものを探してるんで変わるんですけど、チーク塗ります。リップどうしよっかな。ちょっと休憩。スタバ。みんなスタバで何が好き？葵はですね、キャラメルマキアートかレジストラシティが多いかな。よく飲みます。スタバの新作のさ、アフォガードのやつ美味しいよね。もうないかな今。リップ悩んでる間に先にマスカラしちゃいます。マスカラはですね、最近お気に入りがいっぱいあるんですけれども、ベネフィットもすごくおすすめだし、プチプラだとマイラッシュおすすめなんですけど、どうしようかな。でも今日はちょっとさ、アイシャドウあまり濃くしなかったので、今日はちょっとおしゃれにちょっとダークチェリーのマスカラ使ってみようかな。でも個人的にダークチェリーすごく可愛いんですけど、若干黒が混ざってる方が好きなんで、うっすらだけ黒塗ります。オペラで地まつげの 1.5 倍にするぐらいのイメージで塗ります。メイベリーのスナップマスカラのダークチェリーを塗っていきます。はい、マスカラが塗れました。目で見る分には結構ブラックっぽいんですけど、光に当たるとダークチェリーだし、なんかちょっと肌についちゃったりとかすると、それは結構ダークチェリーな色に発色してます。なので気分を変えてマスカラ変えてみました。さてリップどうしようかな。リップ今日はね、いろいろ候補はあるんですけど、1つ目はこのシューオレンジみたいなやつ、 RMK のコンフォートマットフィットの6番。これはシューオレンジみたいな色で、あとはですね、今日結構あんまり色味のないメイクにしてみたので、ちょっとツヤとかね、ヌーディーな色をいろいろ使ってみたので、そのまんま大人っぽくいくためにこの RMK 同じマットなんですけど、これはマットフィットの03番。これもすごい大人っぽくなるんですけど、重ね塗りが結構私はおすすめです。これに何かを重ねるのが、それに重ねるのとおすすめはこのシャネルの、ルージュアビュールベルベット71番おすすめなんですけど、どうしようかな。ヌーディーを塗ってみたいと思います。じゃあまず RMK のこの3番を塗っていきます。ヌーディーな色あんまり紹介したことないので、大人っぽくいく時のヌーディーを塗ります。大人っぽくいきたい人はこれだけでもいいと思います。やけど肌にとかも逆にこれに、ディオールのグロスとかベージュっぽいグロスを重ねてもらうのもおしゃれだと思います。最近リップグリッターとかも多いからでもいいと思うんですけど、私はこれだけだとちょっと色味が薄いので、ちょっとピンクベージュっぽさを足すためにこのシャネルのルージュアベルベットの71番を塗っていきます。さっきよりはちょっとピンクっぽさが足されたので、顔色は悪くないかなと。なんかベージュリップあるあるが普段こう塗ってないと見慣れないで顔色が悪い感じになるんですけど、好きな人はねすごいベージュばっかりの人多いですよね。ってな感じで、気になる人とかは指でこういう風になじませてあげてもいいと思います。はい、ということでメイクが完成しました。どうですか？こんな感じでメイクができました。リクエストのあったランコムのファンデーションを使いました。このファンデーションを使ってその日の気分に合わせたメイクをしてみました。このメイクはまだ他のメイク動画では紹介したことのないアイパレットだったりとかリップを使ってみたので、ヌーディーメイクが気になる方はぜひ参考にしてみてください。ランコムのねリキッドファンデーションは重たくない感じがすごく私的にお気に入りポイントでした。ファンデーションって結構重いイメージだったりとか、こう塗った感が厚塗りな感じがあったんですけど、スポンジとかで
薄付きで塗ってあげるとカバーもしてくれるし、みずみずしい感じが、ツヤ肌が残る感じなので、いいと思います。ただファンデーション塗った感が欲しい方はもうちょっと多めに塗ればいいと思います。はい、なのでチェックしてみてください。ランコムとボビーブラウンのファンデーションは、結構潤いがあったので、普段私みたいに、ファンデーション塗らないって方でも、塗る場面が出てくる時あると思うので、そういう方は参考になると思います。はい、なので気になる方はぜひチェックしてみてください。メイク動画で他にこういうのしてほしい、ああいうのしてほしいっていうリクエストがあればどんどんコメントで募集してますので、一つ一つできるものをやっていこうと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。